はい、おはようございます。桧原湖ガイドの高梨です。今日はですね、ガイドレイクである桧原湖、春の桧原湖の釣りをお見せしたいと思います。春といってもちょっとね、今年は大雪の影響でだいぶ水温が低くて今5度前後なんですけど、その中でねできる釣り、これからね春、桧原湖の釣り、代表的なものを、いろいろと紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。水温 4.9 度、いいですね。早速開始2投目で釣れましたね。バレたまあ5と7、5と7とかで、重くて10とかかな。別にね、もう重たいのドスドスやって14とかでも釣れるのは釣れるんですけど、普通に使いやすくてバイトが多いのは5、7って感じかなって感じですね。でそれで大体水深そうですね、浅いところは2メーター3メーターとかやることもありますけど、その辺とかだったら 3.5 とかも使えますかね。で深ければ結構ね、春でも10とかそのくらいまでかな。おはようございます。すいません、この辺ってやってても大丈夫ですか？問題ないですか？申し訳ありません。ありがとうございます。いろんなやつがいますよ。密集してるやつもいればね、割ともう単体に近い、単体とか小規模な群れで動いてるやつもいれば、基本的にはやっぱりオスとメスは割とね別々にいることの方が多いですよね。オスの群れはオスって感じだし、メスの群れはメスばっかり釣れるしって感じ。もちろん混ざることもあるんですけど、特に早春のうちはね、特にあれですかね。でね、やっぱりメスの方が基本的にそのね、妊婦さんだから水温低下とか環境変化とかに敏感なんですよ。でオスの方が鈍感。自分が狙ってるポイントだったり、釣り方だったりで、メスの魚が何匹かポンポンって釣れたら、それはメスが今入れる環境の中で釣りできてるんだなとか、そういう感じにはなりますよね。バレた。バレるね、なんか。本当に昔、本当にね、つい数年前までは桧原湖でこのメタルの釣りってなかったんですよ。だからね、それまでは本当に早春の特に寒くなった時はもう本当ね、っていうかね、まだ開拓されきってなくって、その時期の釣りっていうのがね、その春の桧原湖の釣りってやっぱり3メーター4メーターより浅いところのシャットとかミドストとかボトストとか、やっぱりそういうのが圧倒的で、そのね、越冬場所から抜けた魚たちがどういう風なルートをたどって、そういうところに入ってくるかっていうのは分かってなかったんですよね。でそれでね、そのメタルで深いところやったらすごいよく釣れて、でそのメタルの釣りを見つけてからはもう本当に早春の釣りが釣れるようになりましたよね。本当に昔はね、めちゃくちゃ冷え込んじゃった時とか春、もうその次の日とかはもうなかなか釣れなかったけど、今は本当にメタルがあるからもうなんぼでも冷え込んでくださいっていう感じ。
も怪しいな。食った。でもやっぱあれだね、まだ魚がちょっとまだ魚がちょっとやっぱり動けてないですよね。いやね、魚がいっぱいいればこれを何回か続けてるとそのうちなんか動けるようになってきてかかって釣れるようになる。これ本当に早春あるあるですよ。アップ必要ですね。もちろんね全然必要ない時もあるんですけど、必要な時本当必要。これねシャットとかやってるのもそうですよ。ね、シャットなんかね小さなハードプラグにね針先が6本あるじゃないですか。それでもねなんかねあれかかんないみたいなのあるんですよ。でそれで何ともしてそんなことやってるとそのうちバイトが大きくなってきて釣れるようになる。ね、なんかね今のなんかもねなんか結果釣れてないから残念だけど、その早春ってこんな感じですよっていうのをお見せするにはいいかもしれないですね。釣れた。だいぶしつこくやって釣れたね。ちょっともうバイトが全体的に浅くてバレてばっかりだからちょっとドラグ弱め。さあどっちかな。でも女の子ですね。ちょっと小型ではあるけど女の子ですね。ほら、比較的小型ではあるけど、このサイズのメスがいる以上意外とねこのくらいのサイズと、ね、めちゃくちゃでっかい50くらいのバスって、同じメスだったら割と同じところにいること多いんで、この時期ねやっぱりそのオスとメスでそれなりにその行動というかねその動き方が多少変わってくるんで、結構ねそのお腹がねバスの卵巣ってね同じ太ってるでも卵で太ってると餌で太ってるのとやっぱり違うんですよ。バスの卵巣ってこの辺にこの腹びれと同じようにハの字にこう2つ卵巣がこう入ってるんですよ。だからこういうメスはこうやってね横の幅が出てここがね比較的平らになるんですよ。これが卵を持ってるメスのお腹の膨らみ方。まだ寒め。はい、にゃします。はい。どうしてもねもう朝からミスバイトもそうだし、あとはもう一瞬かかってバレるっていうのが続いたので、ちょっとこのね動画では分かりにくいと思うんですけど、このリフト&フォールのこの一連の動作を、さっきのバラしまくってた時は結構なんかシャキシャキやってたんですよ。メリハリつけて。今はねちょっとマイルドにしてます。ちょっとねどうしてもなんかねこっちに来てもやっぱり魚がね1回目やっぱりかかってすぐバレちゃったのあったんですけど、ちょっとだけマイルドにしてますね。少し穏やかにしてます。でそれで釣れましたけど、結果ランディングした時はテールフック1本って感じでしたね。もうさっき言った通りそれでなんかね魚が、食い切れてないというかそんな傾向だったのでね本当にねその辺の見極めって難しくってね、さっきもちょっと言ったようにやっぱり寒くて魚が活性低いからこそめっちゃメリハリつけてピッっていうのもやっぱりそっちの方が食うのもあるんですよ。で昨日がやっぱりどちらかというとそうだった。で今日はね、昨日がそうだったから今日もとりあえずそれでスタートしたんですけどね、それだとなんかすごいミスバイトっていうかね一瞬かかってバラすのばっかりで試しにちょっと緩やかにしてみようかなっていう方向になった感じです。あったかいですしね今日、なんか昨日は本当になんかもう寒いやつになんかねそうやってなんか無理やり口を使わせるっていう表現が正しいのかどうかは分かんないですけど雰囲気的にはそんな感じ。今日はどちらかというとちょっとね動きにくいけど少しね遅くするんでちょっとなんとか追いついて食べてくださいみたいなそんな感じですよね。もうそれ以上はね何とも言えないです。もう感覚的なところですしね、実際ね魚が、実際のことは分かんないんで、そんな感じですね。はい、今回の、調校でメインで使うことになったこのメタルバイのタックルをまず紹介したいと思います。まずタックルがね、竿が、ワイルドサイド WSS ST64L プラス
この竿に、ラインがアバに、ライトゲーム PE の 0.45 に、リーダーがアブソリュートショックリーダーの7ポンドっていうセッティングになります。なぜこのセッティングかというと、まずねバス用のねバリバスのバス用の PE としてアブソルート PE っていうのが存在するんですけど、こちらがねこれなんですけど、カラーリングがこうやってグリーン、グリーンに、マーカーとしてライトグリーンっていう感じなんですけど、これが本当にねバスフィッシングに特化したようなカラーリングですよね。岸近くですよね。岸近くで、ラインを操作するにあたって、カモフラもしつつ、ライトグリーンのそのマーカーで見やすいっていう色なんですけど、この色がですねやっぱりその桧原湖みたいなそのちょっと深めの、オフショアですよね。岸から離れたところでその湖面に空が映ってるようなところだとやっぱりどうしても見にくい。特にメタルバイブってね縦に持ってこうラインスラックをしっかりと観察しながら、行う釣りになるので、なるべく見やすい方がいい。青色の、PE だったり、オレンジ色のねダブルクロス PE っていうのを使ったりします。はい、なのでこの糸を採用している感じですね。でリーダーですね。リーダーはこれメタルバイブ7ポンドです。7ポンドか8ポンドくらいがこのスピニングの PE で扱うね5g7g 平均 5g7g ベースで軽くて 3.5、上で、10g くらいを使うのであれば、僕は7ポンドくらいを推奨しますね。7g とかであればね、別に8ポンドとか10ポンドでもいいと思うんですけど、軽めのね 5g3.5g っていうちょっと軽めの使う時は、やっぱりもうちょっと細さが欲しいので、間取って7って感じですね。でもね7ポンドねこのタックルで結構早春メタルバイブ結構大きい魚もよく釣れるんですけどね、1キロとかね2キロに迫る魚とか釣れるんですけど、この 0.45 で7ポンドのアブソルートショックリーダー、このセッティングで、切られたことはまずないので、本当に信頼して使っているタックルになりますね。はい、続いてこちら同じメタルバイブでもベイトフィネスでの、メタルバイブのセッティングですね。竿がワイルドサイドバリアントモデルの WSC-ST65MLTZ になります。で、ラインがですね、これトラウト用なんですけど、スーパートラウトアドバンスの、ダブルクロス PE ですね。これのハイビズオレンジっていう色です。でこれにリーダーが、アブソルートショックリーダーの10ポンドです。でねこのベイトにも用意する意味っていうのはそうですね、単純にやっぱりベイトタックルで釣りたいっていう人結構多いと思うんですよね。スモールのね引きをベイトで受け止めたいね、それだけの結構ね力と力って感じにもなりますし、あとはね僕的にはこのベイトにタックルにすることによってねラインが太くなったりして、セッティングが変わることによってルアーの動きがわずかに変わって、それをバスがちゃんと感じ取って釣果につながるっていう部分もあるんですよね。この間もメタルバイブですごい入れぐった時にスピニングの PE のタックルでね 0.4 のタックルで 7g メタルバイブで入れぐってバイトが止まった時にこっちのベイトフィネス 0.8 号ですね 0.8 号ので同じ 7g の、メタルバイブを入れたらそのタックルでまた何匹か釣れたっていうことがあるので、やっぱりやっぱりラインのね太さによるフォールスピードの違いとか、そういうところがねわずかに違うことによって魚がやっぱり変化を感じて、これはまだ見てないって言って食べてるんだと思いますけど、そういう使い分けもできます。のでこういうねベイトタックルでの、メタルバイブのタックルっていうのも準備してみていいんではないかなと思います。多分メタルと思われるね。来た。今シャット投げててね、ちょっと下の方からなんとなく見に来たやついたんですけど、追ってくるっていうぐらい本当になんか見に
うい割れ方がなんかね、今のプンって感じでしょ。口から外れたっていうよりかはね、なんか口の外側に乗っかってたやつがペッていったか、ギリギリかかってたのがね切れたかって感じですね。でもまあまだ何匹かいるっぽいから、もう一つドラグ緩めとこ。ほら来た。さあどうだ、取れるかな、取れるかな、どう思いますかカメラマンさんちょっとドラグ緩めで口切れ防止、今もねさっきギューッといった時にバレちゃったから、0.4 号に7ポンドなんで切れる心配とかはまずないんですけど、おいまあでも女の子ですね。これはでもちゃんとすっぽりいってる。シャットに追いかけてきた魚がいて、追いかけてるっていうのは本当にねなんとなく気にしたくらいだから、やっぱりまだシャットの水深じゃないなって感じだったんでメタルって感じですね。シャットで食い切れない魚をメタル、もう本当に早春の典型的な感じですよね。でメタルはこうやってちょっとブラウンに染めたやつ、ボトムに馴染む色ですね。もうボトムにちょっと隠す、ボトムに着底した時にちょっと魚が見失うくらい。こちらシャットのタックルです。シャットのタックルが、まず竿がワイルドサイドの WSS66L にアブソルート PE の 0.4 号とショックリーダーの8ポンドになりますね。これはねもう本当にバス釣り用のPE ラインアブソルト PE なんですけど、4本寄りなんでね8本寄りと比べるとやっぱりちょっとタイマン性に優れるということで、どうしてもねストラクチャー絡みとかそういうところでの使用が多いので、やっぱりバス釣りのこういう細いところはでそのストラクチャー絡みの場合は 0.4 号がいいのかなと思います。ショックリーダーですね。もうシャットの釣りはもうとにかくリーダーが重要です。なぜかというと、シャット桧原湖でシャットの釣りやったことがある人は分かると思うんですけど、結構ボトムのハードボトムをねゴツゴツとついちゃうので、とにかく糸のこの辺が傷つくんですよ。この辺が傷ついた状態でねちょっと弱いフロロカーボンを使ってしまうと、やっぱりねその下手したらもうアクションした瞬間に切れる、 P ラインでバシッとやった瞬間に切れる、もしくはバスが食った瞬間に合わせ切れする、そういうことが起こってしまうので、もうこのリーダーはねもう強いアブソルートショックリーダーも一択、アブソルートショックリーダーは本当にバリバスが誇るVSP フロロカーボンっていう、非常に高品質な強いフロロカーボンの原子を使ってます。それを使った、ショックリーダーなので、まず最初に傷がつきにくいですね。傷がつきにくくて、なおかつ傷がついた後の残存強度が強い。もうこれはもうねシャットの釣り、桧原湖のシャットの釣りではもう絶対的なアドバンテージというか、もうライン切られないために必要なことなので、もうぜひねこのシャットの釣りのリーダーにはこのアブソルートショックリーダーの8ポンド、ぜひ使ってみてもらいたいと思います。今回はねちょっともう水温がね5度とか6度で低すぎて出番がなかったんですけど、でもやっぱり春の桧原湖を楽しむ上で絶対に欠かせないのは表層なので、ここで紹介させていただきたいと思います。でね、僕はねこのタックルは、WSS-ST66XUL っていう竿を使って、ラインが、インフィニティの 0.3 号にアブソルートショックリーダーの4ポンドか5ポンドですね。ワームだったら4ポンドから5ポンド、ハードルアーだったら6ポンドとかも使いますね。でこのタックルセッティングはねもう皆さんもすっかりもう使ってくださってる人多いと思うんですけど、インフィニは細くて強い、細くて強くて飛ぶ、そして比較的パリッとしているので細いんだけど比較的ラインのねガイドへの絡まりとかそういうトラブルが少ない、それがやっぱりいいですね。とにかく強くてトラブルです。アブソルートショックリーダーなんですが、表層もやっぱりもうタイマモ性大事です。特にこのワーム系、なんでかっていうとね結構ねワーム系の表層系愛知なんかはもうラインスラックしっかり出てて魚が吸い込みやすいんで、もう吸い込んだ瞬間にパコって口の中入って、だいたい口の中にかかるんですよね。で歯がもうこの辺擦れるんですよ。桧原でねスモールの愛知系やってる方もう大体ね皆さんもう経験あると思います。もうこの辺が歯で傷ついてるのでね、それで4ポンド5ポンド
刃が傷ついてるとやっぱり弱いフローカーブので切れちゃうので、もうこのね表層系、特に IG バームの IG にはとにかく強いアブソルトショックリーダー使ってもらいたいと思います。最後に針ですね。針はもうね僕がプロデュースさせていただいた、IG 系、こういうね縫い出し、通し出しかな、通し出し専用のデスロックステッチですね。バーブレスで、割と奥にかかっても、ノーダメージで取れて、なおかつ貫通力が高い、こちらも合わせて使っていただけたらいいなと思います。これ今何使ってる？これはハンドジェルですね。ハンドクリームだとベタついちゃうんでハンドジェル。これは何で使ってる？やっぱり P ラインね、やっぱりね、カッサカサに荒れた手で P ライン触るとね、結構 P ラインツーって擦れちゃったりするんですよ。なのでね、特に今ね、桧原湖標高高くて、でこの時期意外と紫外線も強いんで結構手が荒れるから、結構ねこうやって手を保湿しておくのは大事です。はい。カサカサの状態よりかやっぱりそうですね。そうですね。バリバスから出てるバリバスから出てなかったですか。はい、メンソレーターなんかこの時期とかこれからの時期に向けてこのシャットの使い方もなんか投げつつ決めてきます。なるほど。シャット、そうですね。基本的には2ジャーク1ステイとかが多いんですけど、割となんていうかな、動かし方、使い方は多様性があっていいのかなと思いますよね。もうその時々の自分がどう考えるか、ね、こうやってジャークして止めてジャークして止めてっていう、そのスイッチ入れたり止めたりっていうのが必要な状況かどうか。意外とただ巻きでも全然釣れる時ありますし、あとはね、例えばこうやって投げて連続ジャーク、こうやってこれもよく釣れる時あるんで、もう本当にもうその時のね、自分の感覚ですよね。例えばね、なんか別にねジャークしたり止めたりとかしなくてただ巻きで全然食ってくれるコンディションだよな。特に暖かくなってくるので特にそうですけど、そういう時なんかはねそうやってただ巻きでもいいですし、今なんかはね割とこうやって水温も低いので、そういうメリハリの効いた動きまではジャークベイトみたいなものですよね。バシバシって止めてピタッバシバシ動かしてピタッと止めるっていうのもあった方がいいし、あとはねルアーによってはソフトジャークっていうのがやっぱり得意な、ね、例えばそうだな、ハンクルさんの、ザッカーとかね、大和さんのダブルクラッチとか、あれはね結構シャットっていうかロングビルミノーの範疇だと思いますけど、あれはね僕結構ねソフトジャークが好きで。ソフトジャークの時はね結構フロロとかのも僕好きなんですけど、こうやってこうちょん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 、トゥイッチというよりかはトゥイッチよりはなんかちょっと大きいくらいな感じのソフトジャークっていうのも全然ルアーによってはありですよね。細身のルアーなんかはね結構ソフトジャーク僕は好きですね。ほんとそんな感じでね、サスペンドシャットイコールなんか結構止めるっていうイメージあると思いますけど、そこまで止める時間めっちゃこだわらなくてもいい時の方が多いです。結構ねシャットの水深で食ってくれる時であれば大体もうこの2ジャーク一瞬ステイくらいのステイの時間があれば全然食います。稀ですね。稀にこうやってパンパン12345パンパンくらいやって止めてる時にコンっていうこともあるんですけど、それはね基本的に深いところからなんかね止めといてなんかじわーっと浮いてこさせてパクっていう感じになるんですが、それをしなきゃいけないっていう時は意外と稀。基本ステイ2秒以内とかでいいと思いますよ。あとはね早巻きもあり、こうやってこれもね時と場合やっぱりなんかルアー見切られてんじゃないかなとかそう思った時なんかはこうやって早巻きなんかやってみても全然 OK。ただね本当に自分がその時思ったように動かしてもらえばいいと思います。今はねもう水温6度なんで2ジャークして一瞬ピタッて止める、こんな感じ。これが基本。
食ったけどバスかな。多分バスっぽいかな。バスかトラウトか。まあ暴れ方的にはバスかな。多分バスだと思う。バスですね。浅い側に入った魚がいました。おい。はい、じゃあ終わりましょうか。最後ね、冷え込みの後なんとかこのね春らしいシャットで浅いところでも釣れてよかったですね。じゃあ帰りましょう。どうぞ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ですね、どうしても昨日一昨日がね、もう気温3度、みぞれ、8メーター、9メーター、10メーターバクッっていう感じの2日間続いた後なので、春の釣りのロケっていうことですけど、結果やっぱりメタルバイブが主体主力になって、でね、最後の最後温まって水が温まったところで、シャローで、なんとかね寒さに強いオスが連れてきてくれた感じ、本当に早春の釣りになりましたね。今日は早春の釣りになりましたが、これからね桧原湖もうどんどん暖かくなって、表層とかいろんな釣りでね釣れるようになるんで、今年もそうだし来年の春以降も同じ釣りが通用するので、今回、お見せした、定番のね桧原湖の釣り方参考にしていただいて、楽しい、兆候にしていただければなと思います。ということで今日は一日お疲れ様でした。